左手の山と左手前方の山、萩山になってます。なぜ萩山になっているかというと、米軍が実弾射撃演習をして不発弾をほったらかしにしているので、人が入れなくて萩山のままであります。でこのこの辺りキャンプハンセンなんですが、キャンプハンセンの赤土流出対策がどうなっているかということを沖縄環境ネットワークで調査したことがあります。で、アメリカ在沖アメリカ海兵隊の環境部の案内で、この辺りの山に入ったことがありますが、米軍の車両で山に入って途中で引っ返したんですね。で引っ返す時に米軍の担当者が言うには、不発弾があるから入れないということで、不発弾の山には入れませんでした。1966年の海兵隊の埋め立て計画です。辺野古の大浦湾側じゃないや、辺野古の沖合を見るとサンゴ礁が取り囲んでいます。そのサンゴ礁に取り囲まれた内海の浅い部分を埋めて、アメリカ海兵隊が3000メートルの滑走路を2つ作ると、そういう計画が1966年ベトナム戦争の真っ最中に作られています。40ページまでこう飛んでみてください。海兵隊の飛行場計画に加えて、深い大浦湾には海軍が軍港を作ると。でこの軍港はエンタープライズ級の航空母艦も接岸できると、そういう大きな軍港を計画しておりました。この飛行場と軍港という計画の組み合わせが、現在の日本政府によって進められている V 字型の滑走路2本で、深い大浦湾の方には軍港を作ると、そういうのが計画が進んでいるわけです。で、浦添に軍港を作る計画と同じように、普天間を返す、その代わりに辺野古を埋めて飛行場を作ると言ってるのがいい加減なことが分かります。で、軟弱地盤があったために埋め立て計画の変更をせざるを得なくなって、変更計画を県知事に提出したところ、県知事はそれを拒否し承認しませんでした。その承認しなかったことをもって日本政府は埋め立ての承認についての知事の権限を奪って、国土交通大臣が埋め立ての変更を承認するという、いわゆる代執行を行いました。この代執行を行う条件には、この代執行以外に解決の方法はないのかということであるわけですが、日本政府の言い分では、普天間の危険性の除去のためには辺野古を埋めて飛行場を作るのが唯一の答えだと、そういう答えを裁判所でも申し立てておったわけです。では本当に埋め立てるほかに普天間の危険性の除去という手段はないのかというと、あるんですね。普天間の使用を停止する、普天間の運用をやめてしまう、そのことによって危険性の除去ができるわけですから、日本政府の埋め立てるほかはないという論理は崩れていきます。左の海を見てください。テトラポットなどがあって埋め立て工事が前に進んでいます。後ろの座席も電信柱邪魔にならんよね。はいはい。
まさに1960年代ベトナム戦争の頃のアメリカ海兵隊と海軍が作った浅い海を埋めて飛行場を作る、深い大浦湾には軍港を作るというのが今進行しているわけです。で普天間飛行場の危険性の除去のためじゃなくて、米軍自身が欲しがっている基地を作る、そういうことです。で、1980年の普天間飛行場のマスタープランがありますが、そのマスタープランの中で、代替案として嘉手納統合、それからもう一つは辺野古に作るということが書かれていて、嘉手納統合というのは混雑しすぎてダメだということも80年普天間マスタープランに書かれています。そして、辺野古の海を埋めて飛行場を作ることについてはお金がかかりすぎるということで、それも廃案にしている、そういう米軍自身、アメリカ政府の予算を使って飛行場を作らず、日米地域協定によって普天間を返還する、その代わりということで日本政府に負担させる、そういうことが今前に進んでいるわけです。で、どうやら彼らももちろんですね、ここに軟弱地盤があってなかなかできそうもない、下手すれば永久にできそうもない、それはむしろ好都合と考えていると。そうであればですね、普天間を使い続けることができると。この辺野古に基地が作られてもレーダーが使いにくい、後ろに山がありますし、それから滑走路が短いということから普天間をどんどん強化しようとしてるんですね。そういう彼らからすれば、ここで日本の国民の税金、鉄税をですね、海にドブのように捨ててですね、で永久に工事が続いていくことはむしろ好都合と、そのあたりが本音であるということがだんだん分かってきている。これから通りますところ、久米3区と呼ばれるんですけれども、名護にあるですね、50いくつかある区の中で地元中の地元なんですね。この地元にはですね、名護市の頭越しに国からですね金が落ちてくるという形でですね、地元の丸め込みが行われているわけですけれども、多分このバス通るところの右側にですね、名護のこの辺野古区でしょうかの公民館があると思いますけど、大変立派な建物です。こんな立派な建物が作られると、地元対策という形でですね、これから通りますのでぜひご覧になっていただきたいと思います。赤レンガの建物です。正面が公民館。右がキャンプシュワブで、キャンプシュワブやキャンプハンセンに来ているアメリカ海兵隊は本土から移ってきてるんですね。左に座り込みのテント村があります。今日は誰もいないな。この右側に弾薬庫が作られています。弾薬庫がおそらくですね、密約で核がある可能性もあるんですけど、核が新たに持ち込まれる可能性もあります。弾薬庫の整備が行われております。はい、皆さん、湯河冬号にようこそ。今日は作業もやってるということですので、作業の様子もぜひご覧になってください。そろそろ着きますよ。今現在水深が約15メートルの船底ですね。そこから壁のような山のようなサンゴ礁が見えてきますのでご覧になっててくださいね。はい、到着ですね。はい、こ
こがチリビシの青サンゴポイントと呼ばれていて、今皆さんが見えているこの山一つが一つのサンゴです。高さが約12メートル、幅が30メートルで全長が約50メートルにわたって続いていると言われていて、50メートルの端と端の遺伝子を調べたらほぼ同じオスの遺伝子だったと。なので単一の遺伝子でできている一群衆としてはおそらく世界で最も大きな青サンゴだろうと言われているのがこのチリビシのオーラ湾の青サンゴと呼ばれています。そうですね、その時に拓磨さん、東尾の拓磨さんが、新聞に載せたのが初めての時ですね。それまではあるのは知られてたけども何のサンゴかは分かってなかったと。で測定をしたら50メートルがなんと一つの単一の遺伝子だったというのが分かったということですね。産卵はしてないで、一つが細胞分裂クローンを作ってこのサイズになったので、年月でいうと数千年、3000年ぐらい経ってんじゃないかと言われている非常に長生きをしているサンゴです。見ての通り、枝状のサンゴとか別のサンゴもついているので、ここは青サンゴ群落と呼んでもらえればいいかな。枝状のサンゴとか成長が早いんでね、青サンゴに比べてどんどん隙間があれば成長していくのでこんな感じになってますね。青サンゴはこのブロッコリーみたいな茶褐色色のやつですね。で、なぜか日中から触手も出してます。綿毛みたいに白っぽくなってるのは綿毛というか綿毛じゃなくて本体が出てるところですね。はい、クラゲみたいな触手が足を出して多分動物プランクトンなどを捕まえてるんじゃないですかね。はい。工事が始まって影響を感じられますか？ここに関して言えばまだ影響は感じられません。これは毎日の状況によるものなので、濁りとか透明度に関してはまだまだ、見た目ではわからない状況ですね。だからもし、本格的な埋め立てが始まってオーラ湾側の、90メートルの砂越えが打たれた時にはもしかしたらここにも影響が出てくるかもしれない。で50メートル単一の遺伝子なので影響が出るとしたら50メートル一気に枯れると思います。今までの自然環境の変化は耐えてきた非常にたくましいサンゴではあるし、多少の濁りでは生きていけるサンゴらしいんですけども、万が一ね何かの病気にかかったら50メートルが一気になくなってしまう可能性があるよと言われているのがこの青サンゴですね。見ての通り青くないけど青サンゴこれ秘密があってポキッと中の芯が青いので青サンゴと呼ばれてます。これかな。はい、中の芯が青いんです。サンゴって表面の色って増殖サンゴってサンゴの本体の色じゃないんですよ。これ褐虫藻っていう植物が共生をしていて、これが色をなしてるんですけども、サンゴの本体って割と無色透明が多いんですけど、青サンゴは中が青いので青サンゴと呼ばれてます。はい、ここに本物があるので見てもらえればはいはい、骨の中身ですね。これは台風時にねこの辺で折れたやつをそのまま持ってきてくださった方が今見せるように預かってます。色素なんで太陽の光浴びたら薄くなっていっちゃいますけどね。はい、これもちょっとお見せしたいサンゴの一つですね。このオーラ湾で一番大きな浜サンゴと言われているサンゴの一種です。はい、このタイプもね1年間に数ミリとか数センチしか成長しないタイプなんで、これも多分数百年はここに存在している大きなサンゴですね。一見石のように見えますがちゃんと生きてます。生きてるサンゴの周りにはこういうふうに魚が集まるんですよ。これはサンゴ礁にね動物プランクトンが寄せるっていうのもあるし、サンゴを直接かじるお魚もいますね。イラブチャーとか。それ以外にはサンゴはその光合成によって出た取りきれないものも食べてるとも言われてます。魚たちにとっては一種の食事のところともあるし、住処として活用されているのがサンゴ礁ですね。大きいのいますねあれグラスボート来ちゃうとねあんまり大きい魚は出てこないんですけど、本当はいるんですけどね、大きい魚は臆病なんで隠れちゃうんですよ。小さいお魚とかは自分たちの船は脅威と思ってないので無視して泳いでますはい、じゃあもう1ポイントいきましょう。ここで10かな大体。ナマコもあります。はい、ここに
程度じゃないですよ。あっちのキャンプシュアブ柄にはクレナイオオイカリナマコって言って3メートル以上のナマコもいるそうなので、はい。青サンゴのポイントを越えるとこうやって沖縄の原風景のような、サンゴ礁が見えてくるんですね。結構陸上から近くて2、300メートル沿いにチリビシというのがパンの耳のようにずっとこのオーラ湾の内側にサンゴ礁を通してます。主に緑石っていうテーブル状のサンゴが多いポイントです。ちょっとこの辺は少し欠けちゃってるところが多いですけどね。サンゴ礁っていうのはね、昔生きてたサンゴが土台になって、その上に生きたサンゴたちが集まってる一体のことをサンゴ礁と呼んでください。青いのはね、イラブチャですよ。帯ブダイってやつですね。青くて綺麗なんですけどね、割と凶暴というか、他の魚を追っかけ回したりとか、サンゴ直接かじるなんか憎いアンチクショーですね。結構他の大きな魚よりもサンゴ礁の中であれが一番サイズとしては比較的大きいので一番出張ってます。たまに枝状とかテーブル状に白い跡があったら多分イラブチャーがかじった跡ですね。端から真っ白くなってるのは白化現象、温暖化とかの影響で褐虫層が抜けちゃってる状態だと思います。そうするとね光合成ができないので、2週間ぐらいは自力で生きるそうですが、耐えきれないやつは死んでいく。そうするとこういうふうに苔むした状態、中身がいなくなるので、本当に岩肌みたいになってきますね。この辺がよく密集してるかな。ここのサンゴ礁でだいたいこの生きてるサンゴが1メートル超えてれば、毎年産卵してるサンゴかもしれないですね。はい、こういうふうに小規模の群れを作って生活する魚たちが結構いるのがこのポイントになりますね。この増床サンゴも400種類以上あるそうです。太陽の光があると綺麗ですね。シャコガイもいました？はい、シャコガイもね、サンゴと同じように体に褐虫層を持っているので、こういう場所で一生を過ごすそうです。結構オーラ湾ゴロゴロしてね、当たり前のように取りたくなりますけども、これも貴重な生き物なので見つけたら取らないであげてくださいね。今はもう穏やかなのでね、海の生き物たちの生活がゆっくり見れると思います。冬場なんでね、若干生き物の量は少ないですけどね。はい、透明度はもちろん冬の方が高いです。はい、名残惜しいですが、そろそろ戻っていきましょうか。白波立ってるのちょっと見えるかな。穏やかすぎて立ってないけど、あそこもこうサンゴが隆起してるので、実はあの辺も浅いんですよ。なのでオーラ湾っていうのはサンゴ礁で蓋をされてるおかげで、水が一気に流れにくい湾になってます。なので他の地域だと淘汰されてしまうような弱い生き物でも、ここではゆっくりのんびりと命を育むことができる海域と言われてますね。なのでもう本当に他にはいないような小さな新種が多くたくさんいる。特に多くいるのはあっちのキャンプシュラブア川の水深が深いところ、60メートルぐらい深いところが泥場がたくさんあるんですけども、やっぱり60メートルのところって人がなかなか活動できないじゃないですか。見つかる生き物は非常に新種とか記録種と言われているものが多いです。さっき言ったオオイカリクレナイオオイカリナマコなんかはあっちでダイバーさんが体に巻きつけて引き上げてください。ここで工事の前に移植をしてるんですよね、サンゴの移植を。それがほとんどうまくいってないんですよ。でサンゴの訴訟の判決がありましたけれども、そのように移植をしようとしてもうまくいってないということを無視したね、この間判決、一昨日に判決が出たと思いますけれども、移植されるサンゴも迷惑ならば、
移植先の方の生き物にとっても迷惑なんですよね。ということを無視して今工事が進んでおります。オレンジのフロートがすごく大きく張られているので、海上からオーラ湾側の工事って実はよく見えないんです。でもちろんドローンも規制が入って飛ぶことがないので、中でどんな工事が行われているかっていうのがはっきりわからないようにされてます。今深さどのぐらいですか？ここは浅いです。これでも14、15。中野瀬っていう先ほど言ったサンゴ礁の根があって、ここから先の方ですね、大型の船が止まってるあたりが60、30、50と深い深場になってきます。オーラ湾の中で最も深いところで外洋の豊かな水が入る最初の玄関口みたいなところですね。その一部を、今後埋め立てする予定ではありますけど、で正面に見える緑の台船、あれ乗ってるのが土砂じゃなくて採石ですけどね、あれが1月10日の大執行に伴う工事の最初の場所になります。あそこが作業ヤード今作ってるところですね。去年まではなかったんですね。それ以外は去年までの辺野古側の埋め立ての土砂の搬入を今も続けているという形ですね。このオレンジのフロートの中全部埋め立てるわけじゃないんですよ。これだからかなり大きく取ってます。でこのフロート自体はトンブロックで支えてる浮かんでるものなんです。だからもしかしたら軟弱地盤のところ深く潜ったらトンブロックが沈んでる可能性ありますね。自分なんか軟弱地盤と思われてるところは多分ねこっち砂場じゃないですか。であっち深いところがあって砂がこうどんどん深いところに落ち込むじゃないですか。それが長い間堆積した泥っちなので地盤と呼んでいいのかなというぐらいのものなのかなとは思ってます。その下にちゃんとした地盤があるのかもしれないんですけども、だから泥地なんじゃないかなって思うんですよね。その上に建物を作ろうという非常に危ない工事がこれから始まるというわけですね。民間の警備会社来ましたね。はい。これこの船が近づいてきてるので警告しに近づいて、まだでも区域に入ってないんで言われないです。入るとスピーカーで近づかないでくださいと言われます。その V を超えるあたりで、そう黄色いV こっちがあっちは大きいけどこっちはちっちゃいのがあれを超えると中に入ったことになって GPS にもちゃんと載ってはいるんですよ。あくまで警告ですけどね。はい。この警備費が1日いくらなんだかんだね。漁師さんは船賃として1日5万円出るそうです。浮かんでるだけで。漁船を魚釣り用のチャーターすると大体相場が5万だからそんなに高くはないんですけども、そこ魚釣りと違ってただ止めとくだけなので、一応腕がなくても免許さえ持ってりゃ誰でもできる仕事ではあります。要するに人件費、こうやって人を乗せて乗ってる警備員のねお金もあるし、あと陸上の定見の警備もあるし、この工事で動かしている人件費だけでも1日2000万は使用されていると言われているのがこの巨大な工事の一つですね。年間の経費に上がってるんですか？もちろん上がってるはずですよね。はい。人件費で人を動かすだけですよね。だから工事費ではないですよ。もっとだから工事費計算したらもっと上がってくる。この工事が進みますとですね、海砂がものすごく必要になるんですよ。沖縄では川らしい川がないから川砂は取れないんですね。建築に使う砂みんな海砂なんです。年間80万トンから80万リューベから120万リューベ取っているんですけれども、この工事には400万リューベ必要なんですよ。400万リューベ400万リューベどこで取るかというとですね、海砂、特にこの北部の海岸で取る。北部の海岸は今どんどん痩せ細ってるんですよ。今の取り方だけでも痩せ細ってる。それをここで工事をするために海砂を大量に取るということになれば、本当に大事な沖縄の海岸がダメになるという恐れがあるんですよね。だからここのオーラ湾がダメになるだけでなく、沖縄の自然海岸がダメになるというのがですね、海砂の採取によって起きるということを今我々は危惧してるんですね。そのことを県に
きちんと海砂の総量規制をするように、瀬戸内海の県はほとんどがですね、海砂採取禁止です。海砂採取禁止です。少なくとも沖縄では総量規制をやるようにという形でですね、我々申し入れてるんですが、やっぱり利権が相当あるんでしょうね。なかなか県は動きません。先ほど船長さんが説明されておりましたけれども、この深いところにはですね、我々がまだ知らない生き物がいるはずなんですね。馬淵さん、東大の名誉教授の馬淵さんと私なんかもメンバーになって、ヤフトさんなんかもメンバーになってですね、この今水中ドローンっていうのがあるんですね。水中ドローンを操作して深いところにどんな生き物がいるのか調べようというプロジェクトをやって、新しい生き物が見つかっております。軟弱地盤対策をして泥が流れますとですね、大浦湾の一番深いところに泥が入っていく。そこにどんな生き物が暮らしているのか、実は、沖縄防衛局のアセスではその辺を調べておりません。ですので調べていないところに、我々のまだ知らない生き物がいるんじゃないかと、そのことを調べないまま埋め立てを開始するのは許せないということでですね、チーム馬淵が、研究費を民間からもらってですね、調査を進めているところです。5、6、7、8。一本道です。どうぞお登りください。今日は無料エクササイズだね。結構息が上がってる。これが今作ってる港、軍事の。そうですそうですそうです。あそこにね、白い波が立ってるのはリーフですけれども、でこの内側が大浦湾なんですけれども、でこちらが辺野古岬で、辺野古岬の島の先に島が2つあるんですけれども、今このあれですね、ブイがある内側が工事区域なんですけれども、この中にこれから工事しようとしてるんですけど、辺野古側はもうほぼ埋め立てが終わって、こちら大浦湾側を埋めようとしてるんですが、軟弱地盤があるので、当初の設計ではできなくて、設計変更の申請をね、防衛省がしたわけですよ。その申請を沖縄県知事は受け入れない。なぜかというと、満足に調査してないと。軟弱地盤があって B の27というところは特にボーリングをちゃんとやってないと、そういう中でできないということで許可をしなかったんだけれども、国が無理やりその埋め立てを認めるか認めないかの権限は知事の権限なんだけど、それを取り上げて国が代わりに執行したんですね、大執行で、今年の1月10日から埋め立てを、こちらが大浦湾の土砂の投入を始めたわけですよ。という今の状況です。これなんか裁判が決めたこともあるんですけど、それは法律的は大丈夫そう？いや問題ですよ、大問題。明日はね、3番目の講師として徳田先生というね、琉球大学の法律の先生が説明されますけど、むちゃくちゃですよ、国はね。もう今の日本の、三権分立ということになってますけど、日本の司法は全く独立してない、政府の言いなりというふうに我々は考えてますね。でこれは沖縄だけじゃなくてね、日本全体の地方自治をダメにする。この自分たちの海は自分たちで守る権限は知事にあるわけですよね。そういう法律の立て付けになっているのに、それを無理視してね、国が代わりに出てきて、知事の代わりに大執行するなんていうのはありえない法律なんですよ。日本は憲法の第8章でね、地方自治を決めてるんですよ。その地方のことは地方が決める、国と地方は対等だっていうのは日本の憲法の立て付けのはずなのに、それを無視して取り上げて、県が認めないんだったら自分たちが
代わりに認めるという形で国がもうゴリゴリやってきてると、それはまあ沖縄の我々からするとアメリカの機嫌を取るためと、アメリカの言いなりというふうに考えるんですよね。だから埋め立てはね、埋め立てはね、あれですよ、先の方です。あそこに先の方にありますね、あれが。あの辺りまでだと思いますよ。こっちまでは来ない。こっちまで来ません。来ません。こちらに今作ってるのはですね、なんていう本土から大きいなんていうケーソンかなんか運んできますね。ね、それを置くためのものなんですね。置くためのものをこの間1月10日にね作り始めたんです。軟弱地盤というのはそこなわけで、その辺の軟弱地盤でこの辺からずーっと先まであるんです。はい。島の方まで。島の方まであります。それも埋め立ての範囲ですか？島は埋め立てません。島は埋め立てません。島の手前までですね。はい。船が向こうに船がいますね。あの辺り埋め立てます。島の手前にこちら側に船がありますね。あの辺りと埋め立てます。といろいろ建物とか作るんですよね、多分。建物滑走路です。建物はね基本的にほぼこっちですよ。陸側です。滑走路を作るんですね。滑走路を V 字型の滑走路ですね。1800メートルの滑走路を2本作ると。はい、それは辺野古ですか？これが辺野古です。辺野古を大浦湾と言ってますけどね。大浦湾が V 字の先の方は大浦湾が2連出ます。こっちの根元の方は辺野古ですけれども、ここはもう埋め立ててあるわけですが、この先の方を今埋め立てるわけです。ああ、そうですか。これで全部合わせて1800メートルです。それを2本作る。ということは1800っていうのはとても短いって言われそういうことです。ますよね。そうですね。それは長くできないってことですか？できませんね。でそれだからこれでは軍事的には不十分だとかですね、あと一つ後ろに山があるもんですからね、レーダーが中国見えないと。で辺野古だったらレーダーで中国が見えるという、ごめんなさい、普天間だったんですね、見えるという形で普天間にこだわってるわけですよ。だから先ほど申し上げましたように、ここが軟弱地盤があるのはむしろアメリカは好都合だと考えている。だから工事がいつまでも続くだろう、工事が続いている間は堂々と普天間を使用できると。普天間どんどん強化してるんですよね。ここの海はですね、実は、何年でしたか、日本の19もの学会がね、こんな貴重な海を埋め立てないでくれっていうね、そういうこの陳情をした海なんですよ。19もの学会ですよ。あとで2学会を追いかけましたので、合計21もの学会がですね、この海は生物多様性が豊かな貴重な海だ、ここは埋めないでくれっていうね申請を日本政府に対して行ってるんですよ。そんな海はね日本に他にありませんよ。非常に貴重な海なんです。それをね埋めるなんてことはありえないことですよね。沖縄にとって財産だけじゃなくて、日本にとって世界にとって財産の貴重な財産の未来世代に受け継ぐべきね生物多様性豊かな海なんですよ。我々説明ができないと思うんですね、未来世代に対してこんな埋めてしまったらですね。